世界の皆さんこんにちは。スーパーサムライブラザーズのサムです。今日は日本で、食事とかでよく使われたりとか、最近は日本食の、ブームというか、皆さん日本のことを知ってくれるようになったので、使う方も増えてるこのお箸について正しい持ち方講座みたいなのをやっていこうと思うんで、もし興味がある方だったりとか、箸を使いたい方、今後使っていきたい方はぜひ見てください。またね、箸使う方の中には左利きの方も多いと思うんですけど、サムは基本的に右で箸を使うんですが、左でも箸はある程度使うことができるので、左手バージョンも取っていくので、ぜひ興味ある方チェックしてください。それではやってみます。それでは右手バージョンからいきます。まず、右手がこうあるとしたら、ペンを持つように上の箸を持ってみてください。こんな感じですね。持つ位置としては、お箸の長さの3分の、右から数えて3分の1、3分の2を余らせる感じで、これぐらいの形の長さで持ってもらえたらと思います。で、この後にもう1本を薬指の上に通して、動かしてない時はこんな感じの持ち方になります。で、ここから動かしていくんですけど、この時に注意してほしいのが、下のお箸っていうのは動かさない。こっちは動かさないんですね。こっちはもうそのままで、親指を支点にして、こういう形で人差し指と、中指を動かす。で、親指は支点なので動かさない。この2つの指を動かして、下の動いていない方の端にこう当ててあげる感じ。これが正しい使い方です。ぜひ練習してみてください。続いて左手ですね。こんな感じで、さっきと全く同じなんですけど、全体の、左から見た時に残った3分の1ぐらいのところで持つ。これもさっきと同じようにペンを握る時と同じ持ち方。で、薬指の上に1本入れてあげて、こっちの下はもちろん動かさない。そして左手の親指を支点にして人差し指と中指だけを動かす。右手よりはちょっと下手なんですけど、こんな感じで動かせます。これを使って物を動かす練習をしていきます。じゃあそれではね、ここに柿ピーという日本の結構有名なおつまみを準備したんですけど、これを隣のお皿にここにですね移していくっていう練習をしていきます。さっきと同じように動かすのは人差し指と中指だけ。これでこのピーナッツをつまんで動かすと。つまん続いて左手もさっきやった通りに動かすのは人差し指と中指だけ。以上が簡単ではあるんですが、お箸の使い方でした。ポイントは持ってもらって、下のお箸は動かさずに人差し指と中指だけを動かしてこう動かすと。お箸をこう挟めるようにするという形です。ぜひ皆さんもお箸使ってみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。